皆さんこんにちは。東京ベジライフのなつきです。今日はビーガン特集の3回目ということで、命をテーマにまたスペシャルゲストさんにお越しいただいております。今日のスペシャルゲストさんは海月ダンテさんです。イエーイお越しくださいましてありがとうございます。ペッパーちゃんとダンテさんにお越しいただいているんですけれども、ダンテさんご存知の方たくさんいらっしゃると思うので、ご紹介する必要もないかもしれないんですけれども、ダンテさんはアメリカ出身の方で日本にいらっしゃって、で沖縄の美しさに魅了されて沖縄に移住されている方です。で4年くらい前からビーガンの情報を YouTube で発信し始めて、現在も YouTuber として活躍しながら、沖縄で猫の、保護活動を中心に精力的に行われている方です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。でまずは、ダンテさんの、自己紹介というかそうですね行っていただければと思うんですけれども、日本に来たきっかけであったりとか、あと現在行われている活動の内容を教えていただければと思います。自己紹介久しぶりだね。好きな色は緑、好きな食べ物はチョコ。そうですね。子供の時空手をやっていたんですね。で、そこから日本に興味を持ち始めて、はい、昔から日本に住むのが、夢で、大学卒業したら、その直後沖縄に来たんです。で、今はそうですね。動物のための保護施設をその夢に向かって頑張りながら猫たちの保護をしたり、YouTube で美味しいヴィーガンの料理の動画を発信したり、いろいろやってます。ダンテさんはもう10年以上ビーガンをされてるんですよね。数えてないぐらいの回だ。10年、11年ぐらい。なので多分そのビーガンを、私も含めてその YouTube とか SNS で発信されている方の中でもかなりビーガン歴が長い方だと思うんですけれども、ビーガンに最初になったきっかけっていうのは何だったんでしょうか？そうですね。僕はアメリカ人で、やっぱりアメリカ料理といえば肉。だから本当に子供の時から朝ごはんにベーコンと卵、昼ごはんにソーセージ、ハンバーガーっていう風に肉を毎日大量に食べてきたんです。だから本当に自分にとって肉を食べるのは本当に息をするほど自然なことで当たり前のことでした。で、一切、皆さんもそうだと思うけど、やっぱりね、この時から食べてるし、周りもずっと食べてるから何も疑問を抱かないんですよね。でも19歳の時になんで世界中でヴィーガンが広まっているかなってちょっと気になって調べたら、そういう畜産業の潜入調査とかそういう情報を初めていっぱい知って、もうすごいショックを受けました。本当にその一瞬で自分の人生が変わった感じですね。だからそこからもうこんなのサポートしたくないと強く思いました。その環境破壊をしたり、その動物たちの置かれている過酷な現状からしたら、やっぱりこんなのはちょっと自分の価値観に合わないなと、その日ヴィーガンになりたいなと決めたんです。やっぱり一気にね完全にヴィーガンになるのはやっぱりちょっとハードルを高く感じたので、徐々に動物性食品をやめていたんです。最初に例えばお肉をやめられてだんだん卵、乳製品っていう感じですか？どういう感じで？そうですね。一番最初は肉類をやめて、その後は魚で、次は乳製品で、その次卵というふうに数ヶ月かけてヴィーガンになったんです。でもなんかお父様がもともと畜産業で従事されている方だったっていうふうに聞いているんですけれども、ダンテさんがビーガンになろうと思った時にご家族はどういう反応だったんでしょうか？普通にサポートしてくれました。ああ、そうなんだ。家族は、いい家族に恵まれて、僕がこうしたいとかこうなりたいって言ったら、お母さんはいつも全力で応援してくれるから、そこは本当に何も問題なかったんですね。で、お父さんは昔からオスカー・マイヤーというアメリカのすごい大手の食肉食品会社にずっと勤めていて、だから自分の目でどれほど動物たちが苦しんでいるか、どれほどその
会社は利益優先で環境を破壊したりしているか、それは全部自分の目で見て、実はお父さんはその後その仕事を辞めて、ベジタリアンの食品会社に勤めることにしたんです。なるほど。だから若い頃から僕はベジタリアンとかビーガンの存在をしていて、自分はその時は肉を食べるのが当たり前すぎてならなかったけど、ずっといいなとはちょっと思ってたんですね。なるほど。じゃあお父様もやっぱりダンテさんがそのビーガンに目覚めたことによってその自分の中でこう潜在的に、良くないなと思っていたけど、仕事のためだからやっていたっていう部分を、転身してそのベジタリアンの世界に180度変えていったっていう感じなんですかね。そうですね、そんな感じ。アメリカは割とこうビーガンプロダクトとかいろいろ多いじゃないですか。ただ、今はもちろん今は特にそうですし、ただ日本ってやっぱり最近すごく増えてきてますけど、ビーガンレストランであったりとか、あと普通のビーガン食品っていうのもなかなか少ないっていう状況の中で、最初にその日本にいらっしゃった時にすでにビーガンだったんですよね。で、その時にやっぱ少し苦労されたのかなとか思ったりで、その中で、やっぱりいろいろ伝えていきたいっていう思いがあって YouTube を始められたっていう形なんでしょうか。そうですね、日本に来たのはもう6か7年前で、今は普通にココイチとかラーメン花月とかモスバーガーとかね、大手チェーン店もビーガンメニュー出してるところが多いんですけど、その頃は本当にまだ何もなかったな。で、やっぱりそのから YouTube で、ビーガン料理とか作ってる方数人ぐらいいたんですけど、その、畜産の問題とか、ビーガンはどうやってこの栄養が取れるとか、そういう動画本当に何にもなかったから、ちょっと YouTube 始めてみようかなと思ったんですね。もうそれがきっかけでビーガンになった、ビーガンに興味を持ったっていう方もすごくたくさんいらっしゃると思うので、はい、嬉しいもうリスペクトしかないんですけど、ビーガンになる理由ってたくさんあると思うんですが、ダンテさんのようにこう、ビーガンについていろいろ調べてるうちに、環境にも悪いし健康にも実はそんなに良くないことが分かってきたりとかして、でビーガンになろうっていう中でやっぱその動物に対する、その命を大切にしたいっていう思いがやっぱすごく強くていらっしゃるのかなっていうのは感じているんですけれども、なので今日はその、環境問題は前回させていただいて、今回はそういう命について、ちょっとフォーカスしてやっていきたいと思っていて、でYouTube で結構有名な動画でドミニオンというドキュメンタリー映画があるんですけれども、でご存知ない方はぜひ検索してみていただきたいんですが、閲覧注意なので軽い気持ちでちょっと開くとなんかショックが多すぎて心臓麻痺になっちゃうかもしれないのでちょっと気をつけてほしいんですが、オーストラリアの畜産業の実情を中心に、ただその家畜と言われる、牛とか豚とか鶏とか以外にも本当にいろいろな動物のそのなんていうか、動物が取り巻かれている状況だから、私たちが普段可愛がっているペットの犬とか猫とかそういう、ペット産業のことももちろん描かれていますし、私たちが普段使っているダウンジャケットの羽毛とか羽毛布団の羽毛がどうやって生産されているのかとか、そういういろんな動物について状況が描かれて、ドキュメンタリー、されている映画なんですけれども、やっぱそういうものを見た時に結構私もそうだったんですけど、いやでもこれはオーストラリアとか外国で行われていることで、日本に関しては、法律でちゃんと動物も守られているし、なるべくこう痛みを与えないような形で屠殺とか行われているはずだし、生育環境、育てられる環境っていうのもそんなひどい状況ではないはずっ
っていうふうにやっぱ思ってる方がすごく多いと思うんですけど、ただ考えてみた時に私もベジタリアンとかビーガンになるまでは気がつかなかったんですけど、ビーガンになろうと思った時に本当に毎食のようにお肉とか食べていて、で普通に料理本とかパッと開けてみても野菜炒めって書いてあるのに絶対お肉入ってるんですよとか、なんか野菜鍋って書いてあるのに絶対お肉が結構大量に入ってて、なんかそれぐらいこうお肉中心の生活にいつの間にか日本人の食卓がなっていて、でそれをその日本人一人一人が毎日毎日消費しているお肉の量を考えると、もうそう普通に大事に大事に畜産の方々が育てて、そして痛みをあまり伴わないような形で、命を殺めていって、そして私たちのところに届けていくっていうことがどう考えても現実的にそんなことできていないだろうなっていうのがすごくこう想像できて、でそのあたりをダンテさんすごくいろいろ調査とかされていて、知識が深いのでちょっとお話しいただければと思うんですけれども。確かにその通り、そういう動画とか映像を見て、でも日本は違うだろうと、やっぱりそう思いたい気持ちは強くわかります。やっぱり自分が今まで食べてきた肉の裏にその動物たちの苦しみとか残酷な環境があるって誰でもね信じたくない。だからそれは強くわかります。でも残念ながらそれが現実。日本でも実際畜産動物は大切な命じゃなくて、法律上ではただの所有物。だから畜産業のもので、完全にその利益優先でお金目のために物として扱われています。だから例えば子豚とか鶏とか普通に麻酔を使わないで甲賀の手で取ったり、歯を抜いて尻尾を切ったり、鶏のくちばしを切断したりしますね。人間の例にすると、指を切断するみたいなもんですね。だから非常に痛くて、それで気絶したりずっと苦しむ動物たちもいます。で、なんで畜産業はすごい痛いのに麻酔とか使ってないかというと、まず麻酔になるとその麻酔のコストがかかるんですね。麻酔はすごい金がかかるし、麻酔を使う獣医とかも雇わないといけないんですね。で、畜産業はお金を儲けるのが目的、極めてビジネス、完全にお金のために存在している企業だから、そんなコストはできるだけ避けて、できるだけ大量に肉を安く生産しようとしていますね。でやっぱり大量に安く生産しようとしたら、動物たちを大事にするということはちょっと、到底無理ですね。やっぱりね、日本の人口1億人以上いますね。その1億人のための肉を、安く生産するんだったら、やっぱりいい環境は与えられないんですね。で、日本はもちろん海外に比べてそういう動物愛護という、その考え方まだあまりないし、その活動家も少ないから、まだそういう、海外みたいに潜入調査とかまだ少ないんですけど、残念ながらそういう畜産業のやり方は世界共通。だから日本でも普通に豚たちは妊娠クレートに入れられて、一生自分の体を回転することをさえできないんです。で、普通にさっき言ったように若い頃に動物たちが麻酔使わないでいろいろ切断されたりで、殺される時も一番痛みを与えない方法じゃなくて、一番早く安く殺せるやり方で殺されていますね。でそれはもう一見でもなくて、100% 事実です。でその調査とかその情報はネットで調べたら簡単に見つかります。そうですよね。でもちろんその普段私たちが口にしている、チキン、つまり鶏ですよね。鶏とかビーフ、牛とかポーク、豚とかそういうものが、その殺されてしまって、なんていうかな、殺されること自体が、辛いっていうのはもちろんあるんですけど、ただその人類の歴史を見た時に、もともとベジタリアン的な食生活を送ってきたとはいえ、狩りをして、お肉とかを飼って食べていたっていうことももちろん事実なので、その動物を殺すこと自体が
悪というわけではなくて、肉食動物っていうものもこの自然界にはたくさん存在しますし、ただ今のこの現代社会の状況の中で、その殺すという行為があまりに機械的にされている、その命が命としてではなくて物として生産されて、そして苦しみがなくなったわけではない、痛みがなくなったわけではないのに、普通に殺されている、っていうところがやっぱ一番問題なのかなと思っていて、その大昔にお肉とかが貴重な時代に、本当にもう結婚式の時とかお祝い事の時だけ自分たちが外で育てた家畜を大事にいただくっていう時代はもうとっくに終わっていて、私たちがその本当にさっき言ったみたいに毎食お肉をいただくためにすごい勢いでその大量生産っていう波がもう訪れているっていうところがやっぱり問題なのかなと思っていて、いやでも殺す必要がないなら殺さない方がいいんじゃないとは、僕強く思っています。やっぱり確かに歴史遡ったら人類は今まで動物殺してきてたんですけど、そのこと言ったら、人間は他の人間殺して戦争したりレイプしたり、ひどい残酷なこといっぱいやってきたんですね。だからそれも自然なことだって言えるんだけど、今まで人類はそうやってひどいことやってきたから、そのまま続けて殺していいかどうかの問題だと思います。やっぱり殺す必要がないなら、苦しめる必要がないならしない方がいいと思います。確かにそうですね。それはすごいそう思います。例えばダンテさんも最後まで、食べていたというか飲んでいたり消費していた卵であったりとか乳製品、牛乳とかですよね、そっちについては殺してないからいいんじゃないのっていう意見もあるかもしれないと思うんですけど、そのあたりは、どうなんでしょうか。実は僕も最初はそう思ってたんです。ベジタリアンになった頃はでもなんでビーガンって卵と乳製品取れないの？だって牛が殺されるわけじゃないでしょ。卵ってただ鶏から出てるものをそのままね取って食べて何が悪いのって、僕もすごい疑問を抱いてたんです。だから自分で調べてもう本当にすごいびっくりしたんです。やっぱり軽く考えたら、最初はなんで苦しんでるかちょっとはっきりわからないんですよね。何が悪いかって。でももちろんその卵を産んでいる鶏もその牛乳を生産している牛も結局殺されるんです。だから結果は全く一緒。牛も鶏も畜産企業はお金儲けが目的だから、できるだけその動物を搾取して、でもう誠実よく効率よく生産できなくなったらその動物を殺すんですね。だから結局卵と牛乳の裏も動物たちの死はたくさんあります。だから卵に関して言うと、その卵を産めるのってメスの鶏だけじゃないですか。だから、オスの鶏っていうのは最初にもう本当に生まれたての時にシュレッダーみたいなものに入れられて、なんかもう生まれた瞬間に殺されちゃうとかで、メスの鶏に関してもその卵を産むためだけに生まれてきてるので、卵が産めなくなったらその卵を産む鶏の種類と食肉の鶏の種類って違うみたいなんですね。だから卵を産み終わったからじゃあ食肉になっていただきますっていうことじゃなくて、やっぱりもう、廃棄みたいな形になってしまうっていうことであったりとか、牛乳に関して言うとやっぱりなんでじゃあ牛乳というかお乳が出てるのっていうふうに考えた時に、結局妊娠しないと動物ってお乳が出ないので、人工授精の場合が多いのかな。妊娠させられて、でもちろん
出産するんですよね。出産するんだけど、その子牛に与えるミルクを私たちが消費するもんで、その子牛はもう生まれた瞬間に引き離されてしまう。でその子牛は、また、乳牛になったりする場合もあれば食肉になる場合もあると思うんですけど、やっぱり子供から引き離されたお母さん牛っていうのはすごく人間と同じで、やっぱり子供と引き離されたらすごく精神的苦痛を味わってもう何日も泣き続けるっていう話もあるみたいですし、しているんですけど、鶏も牛もかなり過酷な環境に置かれています。その卵を産む鶏はバッテリーケージという檻に入れられてるんですけど、その1匹が住むスペースはA4 サイズの紙よりも狭い。だからそのスペースで一生何年も過ごさないといけなくて、で自然な空気、水、日光を味わうことも大体殺される日ぐらい。だから本当にね、人間に同じことをやったら拷問と呼ばれるのに、なんで動物にやっていいのってそのことをした時すごい疑問を抱いたんですね。確かに。だから日本のニュースとかでもたまにその養鶏場の様子とか皆さん見る機会あると思うんですけど、それですごい小さいケージの中に鶏がバーッと入れられていて、でも残念ながらその様子を見てもあんまり皆さん何も感じないんだと思うんですよ。すごいことになってるみたいな、あんまり感じなくって、でそれがなんていうのかな、もちろんドミニオンみたいな映画を見たらさすがにうっとかなるんですけど、なんていうかな、ちょっと頭の中で自分たちがいただいているお肉であったりとか、そういう命と生き物としての姿っていうのがもう頭の中で切り離されちゃってる気がしていて、もう鶏っていう命として見られていないような気がするんですよね。やっぱりずっとね、商品として食べてきたら、商品としてしか思わないんですよね。僕もそうでした。ずっとこの一匹の鶏、この一匹の牛は自分と同じように感情、記憶、ね、家族がいるなんて一回も思わなかったんです。でもよく考えたら、当たり前のことですよね。だって、同じ、ね、動物、人間も含めて。だからよく、人間はその一番上だから何やってもいいという意見よく聞くけど、確かにね、動物たちはこうやってズーム使ったりテレビ見たりすることはできないかもしれないけど、昔の人間も、ね、そんなことなかったし、ね、文明の前に。でやっぱりそんなのは、正直言って、どうでもいいことじゃないかなとちょっと思うんですね。やっぱり家族がいる、感情がいる、痛み、幸せ、喜び、そういう気持ちを感じられるって、それは何よりも大事なことだと思います。そうですよね。だからYouTube で、ドミニオンはあるんですけど、もう一つぜひ皆さんに見ていただきたい動画があって、ゲイリー・ヨーロフスキーさんの世界一重要なスピーチっていう講義の様子ですよねがあるんですけれども、それすごく勉強になるというか考えさせられる内容だと思うので、ぜひ見ていただきたいんですが、その話の中で、子供にもしリンゴと小動物を与えて、でもしそのリンゴを食べずに小動物を襲うことがもしあれば、君に新しい新車をプレゼントしてもいいよみたいな、そういうクイズみたいな、そういう謎かけみたいな話があるんですけど、本当にそうで、多分私たちそれぞれに、動物そんな別に好きじゃないんだよねとか、動物怖いんだよねっていう人がいたとしても、
自ら動物を傷つけたいとか殺したいとかいう人はほとんどいないと思うんですよね。まあ一部そのちょっとサディスティックななんかサイコパス的な人で動物を虐待しちゃう人とかもちろんいるんですけど、まあそういう人は結構人間も虐待してるし、じゃなくてその普通のまあ本当に大多数の私たちっていうのは動物も含めてその命を傷つけたいとか思ってないと思うし、小さい時は動物のこと大好きでこう遊んだりとか可愛い可愛いとか言ってやってたはずなのに、いつの間にかなんか食べるっていうことが当たり前になってしまっている。ですよね。やっぱり誰でも動物に対して思いやりの心があると思います、若い頃から。ディズニーとかアニメとか見れば誰でもすぐ分かると思います。101匹のダルメシャンを見て、この子たちね、コートにされるといいなって思う人めったにいないでしょ。誰でもやっぱり動物たちが助けられることをね祈ってるし、その動物たちを苦しめたり殺したりする人はいつも悪党ですよね、そのストーリーの中で。でも知らないうちに実は僕たちも動物たちを犠牲にしていますよね。だからそうやってヴィーガンになるのはその思いやりの心と自分の行動、自分の食生活を統一する方法だと強く思っています。でただそのヴィーガンっていうふうに考えた時にまあそのいろんな理由でビーガンになる方がいますよねみたいな話さっきしたんですけど、その中でそのいわゆる動物愛護というか動物のために、ビーガンという選択をしますっていうと、なぜかすごく批判を受けることが多くて、で動物だって殺されるの心が痛みませんかとか言うとすごいなんかアンチの人が押し寄せてきたりとかで、それってやっぱりそのみんなどこかで動物は殺したくないし傷つけたくないと思ってると思うんですね。ただなんかそれを薄々というかその罪悪感は少しあるんだけど、毎日自分がお肉を食べてるっていう状況の中でそれをこう指摘されるというかちょっとこう、言われると自分がこう否定されているような気持ちになる方が多いのかなと思っていて、そもそももう聞きたくない聞かせないでみたいな耳を傾けたくないっていう人が多すぎるのかなっていう気もしていて、今の社会ではやっぱり肉を食べるのは当たり前のこと、で常識でもね、今の常識は明日の非常識、だから昔は黒人にも人権があるよ、黒人にも感情があるよという人たちもすごい否定されていて、普通にそんなこと言っただけで殺された人たちもたくさんいます。同じく女性も選挙権持つべきだよとか言ってた人たちもひどく叩かれてたんですね。だからやっぱり昔ね、そうやってなんていう流れに逆らったらすごい否定されたんですね。で今はもう同じように動物たちは人間の下、動物たちは殺されても問題ないという考え方が一般的なんですけど、将来は将来の人々たちはきっと昔の人って肉を食べてたなんてありえないよねって思うんじゃないかなとちょっと思います。常識ってすごく常識って変わるじゃないですか、時代によって。だから少し前までみんなタバコとか吸ってましたよね。私のなんか小さかった時も普通にみんな吸ってて、そんなにすごくこう健康に多分健康悪いよねって思いながら、そんなにすごい健康に悪いものだっていうふうにはみんな思ってなくて吸ってたと思うんですけど、もう誰も吸ってないじゃないですか。吸ってる人いますよもちろん。でも、もうほとんどいない。だからそこでその、常識がチェンジしてるというかいうことがあるので、なんかその食肉とかに関してもその今はなんかビーガンっていうライフスタイルがすごくこう、なんか他と違うみたいな、全然常識じゃない非常識みたいなところはあるかと思うんですけど、もうなんか10年とか20年とか経ったらそれが常識になってくる日も結構近いんじゃないかなっていう気がしていて。間違いなく。
アメリカとかではどうですか？もう結構ビーガンが市民権を得ている感じなんですかね。まあ、ヴィーガン対応の食品すごい多いですね。アメリカのスーパーとかに行ったら、例えばアイスのコーナー、そのアイスの半分がヴィーガンだとか、牛乳よりもその植物性のミルクが多いとか、まあ、すごい増えてますね。まあ、もちろんまだ肉を食べる人が、ね、多数派ですけど、まあ、肉完全にまだやめてないけど、できるだけ動物性食品の避けたいとか、まあ毎週肉を食べない日を作りたいとか、まあ、そうやって最初少しずつ取り入れてる人はすごく多いと思います。当たり前のことに思えてどんどん変わってくるものだし、じゃあ変わっていった時に、自分がどういうふうに対応していくかというか、こう受け身体制で、じゃあみんながなんかビーガンいいって言うんだったら、じゃあ私もビーガンかなみたいな感じではなくて、やっぱり最初から最後まで自分で調べて、自分で情報をちゃんと吸収して、それを自分の中で消化して、で選択するっていうことがやっぱり一番重要なのかなと思ったりするんですけど。どうか結局何をするかは人の自由だけど、まあ食べるならせめて事実を知った上で食べた方がいいですね。今畜産業のことについて結構いろいろお話をさせていただいてきたんですけれども、鳥とか鶏とか豚とか、多分東京に住んでいてとか都会に住んでいて、そういう家畜と触れ合うというか、機会すら本当ないと思うんですよね。小さい頃からずっと都会に住んでいて、動物と会うと言ったらもうなんか猫とか犬とかフェレットとかわかんないですけど、なんかギニーピッグとか、なんかそれぐらいしか多分動物と接する機会っていうのもあんまりないのかなと思って、でじゃあ私たちにとってすごく身近な存在であるペット、犬とか猫とかいうことを考えた時に、ダンテさん今猫の保護活動をすごく精力的にされているんですけれども、私たちが飼ってるうちはすごい可愛がってっていうペットも、実はペット業界というか、ペットショップに並ぶ前にいろいろ虐待というかひどい状況があるっていうところもあると思うので、そのあたりについてはどうでしょうか？そうですね、やっぱり畜産動物と同じようにペットも利益のためのものと思っている企業が多いですね。ブリーダーさんとかペットショップとか、もちろん動物が好きで大事にしている方ももちろんいます。なんかブリーダー全部悪いと思ってないんです。でももちろんただ仕事だと思っていて、動物をできるだけ大量に生産という言葉を使いたいと思いますね。生産しようとしているところ多いですね。例えばなんか一匹の猫を何回も繁殖させて、その子の健康状態が悪くなっても苦しんでも、お金のためならと思って何でもする人もいますね。で結局売られなかった動物たちとか、ね、殺処分されたり、生まれた子の中にもちろん、亡くなる子も多いですね。だから食べ物とかもそうなんですけど、例えば、外食でレストランに食べに行った時に、じゃあ定食 A お願いしますって言って、定食 A もう売り切れなんですよ、じゃあ定食 B で、定食 B もね売り切れなんですよとか言ったら、何このお店って思うじゃないですか。だから、少し多めにやっぱり用意しておいて、一日の最後に少し余るぐらいがちょうどいい在庫の量として、っていうのがあると思うんですけど、動物たちももちろんそうで、ペットショップですよね。ペットショップもそうで、需要より需給が少し上回っている状態に、常に保っている必要がある。でもそれってやっぱり余るじゃないですか。どう考えても。で余った子たちはどうなっちゃうのかっていうと、やっぱり殺処分にされちゃったりとか、そういうことがあると思うので、しかもやっぱり保護活動をされてるっていうことで、
あまりにもこう捨てられる子も多いのかなと思って。まあ、避妊矯正手術をやらずにうん外飼いして、その外にいる動物たちが繁殖して子供を産んだりで、まあもちろん捨てる人もいますね。ただまあ、このペットいらないと思うとか、あとはまあ自分の猫とか犬がちょっとまあ子供を作っちゃって、その子供は世話したくないから捨てたり、まあそういう人いるんですね。だからその保護してる立場としてはどういうことを皆さんにお願いしたいですか？そうですね。まあまず動物飼いたいと思ったら、ペットショップに行く前にまずはそういう保護団体とか保健所から引き取ることを、まあ、ぜひ検討してほしいですね。一匹の動物を保護したら、実はその一匹の命じゃなくて二匹の命を救うことになります。その一匹引き取ったら、その保健所とか保護団体とかはもう一匹をまあ、迎え入れられる余裕ができるんですね。であとはまあもちろん少しでも保護する余裕があれば、そういうノラちゃんとか保健所の子を、まあ、自分の家族としてまあ、迎えたり、一時的に預かって世話することができたら、まあ、それも素晴らしいと思います。私もまあビーガンになってちょっと自分の中でまだ答えが見つけられていない問題ではあるんですけど、そのビーガン、自分がビーガンで猫ちゃんとか犬とかは、まあ、肉食動物じゃないですか。で、その動物にビーガンのペットフードを与えるっていうことについては、人間のエゴなんじゃないかっていう意見もあるかもしれないんですけど、それについてはどう思いますか？美味しく食べるんだったら別に何も問題ないと思います。今のなんかまあ猫や犬のビーガンペットフードはその子に必要な栄養素、タウリンとか含めて全部入っているし、健康にいいから別にその子が喜んで食べるんだったら別にね、いいと思います。犬はすごい簡単。犬はやっぱりね、人間みたいに雑食で何でも食べれるから、もしそのビーガンのペットフード食べれないとしても簡単に手作りの美味しいご飯与えられますね。猫はまあもう少し難しい。やっぱりやっぱり猫のビーガンペットフードそういう需要がまだ全然なくて、実際ペットフードは2種類しかなくて、肉とか魚に比べてあまり匂いがないんですね。で猫は人間よりもまあ、鼻で食欲が湧くんですね。その嗅覚で。だからそういう匂いが強いものを美味しく感じる。だから、まあ、やっぱり玄米とか肉腐った、ね、魚とかに比べて全然匂いがしないで、ビーガンペットフード食べない猫は、まあ、実際多いですね。でも需要が高まってその企業が、まあ、猫が美味しく食べられるビーガンフードとか生産したら、まあ、それで何も問題ないと思います。きっと将来そうなると思います。人工肉とか。ああ、なるほどね。でまあ、確かに人間のエゴだとは言えるんですけど、まあ、悪くも良くもやっぱり、まあ、自分の動物が何を食べるかは人間が決めることですね。まあ、子供もそうですよね。親が結局何を食べるか決める。で、まあ、それは押し付けだという人がいれば、まあ、結局何やっても押し付けだと言えるんですね。だって猫って今はだいたい牛肉とか豚肉よく食べるんじゃないですか。でもシーズン界ではありえないことですよね。だって2キロの猫が何百キロもでかい牛を食べるなんて到底ありえない。だからそれに比べて別に植物を食べておかしいと思わないんですね。多分僕の料理動画とか見てる人たちもいると思いますけど、まあ、植物普通に食べる猫もいます。この動画の一番最初に出てたペッパー君、あの子は豆腐でも何でも奪います。そうなんだ。へえ。まあやっぱりビーガンってできる範囲で動物の搾取と殺傷を避ける大事で、もちろん完璧じゃないんですね。だから、まあ、もちろん肉食動物の世話しているんで代わりになるものがないんだったら、まあ、それをちょっと、まあ、死なせるわけにもいかないから、まあ、そこは、まあ、仕方がなくちょっと妥協する必要があると思います。そうそう。僕も将来そういうなんか美味しいビーガンのキャットフードとかできたら、まあ、喜んで使います。
だから多分ダンテさんとかをご覧になってる方とか、私ももしかしてそうかもしれないですけど、私たちとかすごいストイックになんか完璧なビーガンを目指しているとか、実際完璧なビーガンなんじゃないかと思ってる方もたくさんいらっしゃるかもしれないんですけど、多分本当に完璧なビーガンになろうと思ったら全てのものを捨てて、もうなんか無人島で生きていくぐらいしかないぐらいの、なんていうかな、やっぱりそこまで、難しいところだと思うので、なんかそこを目指すのではなくて、そこを目指しましょうと言っているわけではなくて、やっぱりあくまでも、自分のできるところからっていうところがやっぱり重要なのかなと思うんですけど。そうですね。みんなが自分の前にある選択肢から選べば、それでいいと思います。ダンテさんが今行っているビッグプロジェクトアニマルフォレストですね、についてちょっと教えていただければと思うんですけれども。そうですね。今沖縄で自然に近い保護施設を作るように頑張っています。普通の保護施設はちょっと言うのは失礼だけど、やっぱり狭くて、動物たちはずっと、ケージの中に閉じ込められているとか、もちろん全部がそうというわけじゃないけど、やっぱりスペースに限りがあって、そうするしかないというところが多いですね。で、動物たちは本当にそれで、幸せなのってずっと疑問に思ってたんです。やっぱり、外にいる動物たちの姿を見ると、いや、あれが幸せだろうとしか思わないです。多分ね、ケージがあって開けたら動物たちは誰でも普通に外に行って戻れないでしょ、だからそういう動物たちができるだけ自然に生きられる場所を作りたいと昔から思ってたんです。その動物たちが一緒に、幸せに生きられるところ、だから沖縄の広い土地を今年購入して、そこは壁で囲んで動物たちが一生幸せに生きられる場所を作りたいと思っています。ということは例えば、保健所とかから保護されてきたり、捨てられていて保護されてきて、でみんながみんなやっぱり里親が見つかるわけじゃないじゃないですか。で、どうしてもやっぱりもう高齢でちょっと誰も引き取り手がいないとか、そういう子たちもどうしても出てきちゃうと思うので、そういう子たちでも死ぬまで生きてなんか保護できる施設になっていくっていう感じですかね。そうですね。もちろんそういうただがんがあって、もう数ヶ月後死ぬとか重病がある子とか、そういう子はもちろんね里親は見つからないので、その子たちが最後まで幸せにいられる場所をまず作りたいですね。でもちろんその殺処分の数をできるだけ減らすために、そういう元気な子ももちろん保護して里親のもとへ譲渡したいと思っています。で、僕が今目指しているのは犬も猫もそうですけど、やっぱり一番殺されているのは赤ちゃん、子供。なぜかというと誰も世話してくれないからです。保健所にただ大人の猫とか連れていたら、もしかして1週間ぐらい世話したりちょっとだけ里親探すように頑張るかもしれないけど、赤ちゃんだったらすごい手間がかかるから、もう即殺処分、本当にその当日殺されるんです。だから僕はまずそういう赤ちゃんと子供が殺されないように、その子たちのための保育室と保護施設も作りたいと思っています。なるほど。やっぱり手がそうですよね。保健所の方でもどうしても手がかかってしまう子は先にっていう形になってしまうんですね。残念ながら政府はあまり、動物はね選挙権がないから、政治家はあまり正直言って動物のことを全然気にしてないんです。で、だから保健所はそういうお金がかかる子とか手間がかかる子はすぐ殺します。普通にスタッフ雇ったら、動物一匹も殺さずに世話できるのに、できるだけお金使いたくないから、そういうケアしないで、すぐ殺すっていう選択になります。すごい悲しいことですけど。でもそうですね。多分
多分その現実をうすうす気づいていながら知らない方とかも実はいらっしゃるかもしれないので、もしその、猫ちゃん飼おうかなとかワンちゃん飼おうかなと思っている方がいらっしゃったら、ぜひ、近くの保健所であったり、保護団体であったりとかに、問い合わせをしてみて、でその成犬とかもう育っちゃった猫ちゃんはちょっとねみたいな人も結構いるかと思うんですけど、そうじゃなくて赤ちゃんとかもいるっていうことですよね。なのでむしろそういう赤ちゃんとかを、保護してあげた方が、いいかもしれないっていうこともあるので、ぜひ問い合わせてみていただければと思うんですけれども、そんな活動をされているダンテさんの、今後の目標であったり夢であったりとかはどんなものなんでしょうか？できるだけ動物に優しい世の中を作ることですね、簡単に言うと。人間が動物を支配する世界じゃなくて、人間と動物が、ね、お互いに助け合って共存できる世の中を作りたい。でそのために、いろいろ頑張らないといけないけど、一歩ずつ前に向かって頑張るので、皆さんこれからも応援をよろしくお願いします。はい。なんでさんキャンプファイヤーですよね。キャンプファイヤーで、常にこう募金活動とかもされてますし、ぜひその新しいアニマルフォレストだけではなくて動物のね保護のサポートをされたいっていう方がいらっしゃったら、ダンテさんのサイトに行っていただいて、ぜひぜひご支援いただければと思いますけれども、最後に今そのダンテさんのいろいろビーガンの啓蒙活動をされている中で、結構そのさっきちょっと話したようにアンチというか、その命について語るときにいろいろこう言われることって多いじゃないですか。だからそのそうだから私も含めてそのビーガンのことを言おうっていう時になかなかこう勇気が出ないというか、ちょっとこう和らげた表現になったりとか、まあねみたいなちょっと濁したりとか、そういうのがすごい多いと思っていて、ただその中でダンテさんはすごくこうストレートにこれはどうなんですかみたいなことを、皆さんに勇気を持って伝えてくださってるので、すごく、なんかリスペクトっていう感じなんですけど、そういうビーガンを動物愛護の視点から動物の命のためにビーガンになろうと思ってるんだけど、やっぱそういう周りの人からなんかやいの言われてちょっとこう、どうしようみたいなことであったりとか、実際にしているんだけど、なかなか他の人にそういうふうに発信するのが難しい、勇気が持てないって思っている方に何かアドバイスがもしあれば。人生は一度きりだから、周りの人は気にせずに自分の良心に従って、頑張りましょう。短っでもそれしか言えないね、結局。だって何よりも自分の価値観は大事だと思います。でもし周りがそれを否定したりバカにしたりしたら、その人は別に、もう自分の人生に置かなくていいと思います。それは本当の友達じゃない。本当に自分を大切にしてくれる人じゃない。だからそういう人はもう迷わずに、絵の切っても問題ないと思います。だから本当に自信持って自分が正しいと思っていることをやってくださいね。でダンテさんの夢の中でその人間がね一緒にこう協力して、で動物も、動物に対しても優しい世の中を作っていけるようにっていうお話があったんですけど、やっぱそこで結構重要なのが人とのつながりもすごい重要だと思っていて、それで残念ながらもちろんそのビーガンの話をした時になんかこう自分が否定されたと思ってこう攻撃してくる人ももちろんいるんですね。いるんですけど、一方でその人たちにさらに攻撃をするビーガンの人たちっていうのもいて、
いやいやお前らが間違ってるみたいな、お前らが悪なんだみたいな感じで、それでもうなんか終わりのない戦争というか争いになってるところが結構あるのかなと思って、なのでもちろん悩みを抱えていてどうしようっていうふうに思っている方へのアドバイスっていうのもあると思うんですけど、ちょっと喧嘩っ早いビーガンの人に対しても、もし何かこうアドバイスがあるとしたらどんなことかなと思って。まあ活動している立場からしたら、やっぱり自分が言いたいことをそのまま言うんじゃなくて、何を言ったら一番効果があるか、すごい真剣に考えないといけないんですね。やっぱり人は自分が否定されてると思ったら、だいたい今までの人生をやり直すよりは、やっぱり相手を否定した方がね、1万倍も早い楽だから、だいたいみんなは自分がやってることに疑問を抱かないですぐ否定しますよね。だからできるだけ事実を優しく伝えて、相手を攻撃するんじゃなくて、否定するんじゃなくて、ただ事実はこうです、僕はこう思うんですけど、どう思いますかみたいな感じで、相手を否定せずに、ただ事実を広めたら、それだけで十分だと思います。そうですね。だからやっぱり叩かれて変わる人なんていない。そうだからどうしてもやっぱり自分が強く思っていることとか、命を助けたいっていう気持ちが前に出てしまって、一生懸命になってしまうことはすごく理解できるんですけど、やっぱり一方でこう目線がやっぱりすごく視野が狭くなってしまっている方も実はいらっしゃるのかなと思って、でそういう方がやっぱり前にいる感じだと、他にビーガンちょっと挑戦しようかなって思っている方とかも、いやでも週に1回頑張りますとか言ったら、いや週1回ビーガンやったからってビーガンじゃないからみたいな感じで言われたりとかすると、なんかこんなビーガンって怖い世界だったらやりたくないなって思っちゃう方も正直多いと思うんですよね。だからなんか今日いろいろとお話しさせていただいた中で、やっぱ一番重要なのって優しくあること、だから命に対して優しくあるっていうのは動物に対してももちろんそうだし、周りの人に対する優しさっていうのも絶対忘れてほしくないなと思うので、みんなが、優しくあれて、みんながハッピーでいられる世の中になっていったらいいですね。ね。なんていうふうに思ったりします。はい。大賛成。最後に言い残したこととか、ぜひ視聴者の皆さんにお伝えしたいこととか何でもいいんですけど、もしあれば。この動画で言ったように、一気にヴィーガンにならなくても、今月は肉をやめる、来月は卵をやめるというふうに少しずつね変えてもいいから、無理せず自分にできる範囲からみんなで楽しく頑張りましょうね。楽しくという言葉すごい大事。楽しくっていうのはすごいキーワードだと私も思ってます。自分をこうなんか追い込んでやらなきゃとかいうことではなくて、自分がやっぱりどう楽しくハッピーでいられるかっていうのを考えた時に、おのずと答えがね見えてくると思うので、ぜひ続けていっていただければと思いますし、ちょっと悩んだ時とかはダンテさんの動画を見たり、この動画を見返していただいて、でちょっと勇気をね感じていただければなんていうふうにも思いますし、ぜひ皆さんのできる範囲で続けていって見ていただければと思います。はい、今日はいろいろとためになるお話をどうもありがとうございました。こちらこそ。で、今回はそうですね、命というテーマで行っていったんですけど、とてもスペシャルなゲスト様をお呼びしてまた対談を行っていきたいと思いますので、ぜひ来週土曜日に動画を見に来ていただければ嬉しいです。どうも皆さんまた長い時間ご視聴いただきありがとうございました。
See you next time.